皆さんごきげんよう。今回から少し仏教の組織的な現実的なお話を少し、していこうと思ってます。前回ですね、仏教という宗教が、社会の二重構造というものを想定し前提として成り立っている宗教だということを申し上げました。日常的な一般社会の価値観の中で幸せを求め、そして、幸せを感じながら生きている人たちにとって実は仏教というのは本質的に必要ではないんですね。仏教というのは心の苦しみを消す、言ってみれば医療のような、お医者様のような、医学のような立場に立つ宗教なので、全く健康な人にとってはこれはその段階では必要とされないものなんですね。ただ、しかしながらどんな人でも必ずいろんな状況が来れば、いろんな条件が揃うと、悪条件が揃うとですが、病気になると。でその時に仏教はその人たちを全て、あれですね、そこに区別なく、平等に受け入れて、そして、治るまで治療をするという、そういうイメージの、宗教なんですね。だから世界宗教を目指すものではないと何度も申し上げているのはそういうことなんですね。あくまで心に苦しみを持った人たちを救い上げるために存在している宗教なんです。ということは当然ながら、救い上げる、救う人と、それから救う必要のない人たち、この2つの種類の人たちが区分けされることになるんですね。でただこれを誤解されると困るんですが、世の中を2つに分けて考えるっていうと、なんかいかにも仏教が否定したバラモン教のね、カーストのように、人をそれぞれ区分して、差別して考えているかのように取られると困るので、その点について、詳しく説明をしておきたいと思います。これは前回もお示ししたのと同じ、なんていうんです、これテロップっていうんですか、なんですけれども、これ一番下のところまだご説明してなかったんですね。ここから話が始まるんですね、今日のところはね。出家という社会、2つに分けると言いました。そのうちで真に仏教を必要とし、心の苦しみを消したいと願って釈迦の教えに従うライフスタイル、生活を求める人たち、その人たちは、日常の生活を変えて、それを放棄して、そしてお釈迦様が、想定された、設定なさった、生活スタイルへと身を投じることになります。でこれを実は出家というんですね。で出家という言葉は別に仏教の専門用語じゃありません。これは広い意味で言うと、一般社会の価値観に沿わない、そこで、それに沿って生きることのできない人たちが独自の価値観で生きる島社会、自分たちだけで、そういう社会を作って、その社会の一員としてそこに参入すること、これを出家と言います。ですから別に仏教に限らず独自の価値観で生きている人たちのなんていうか一種の社会が小さな、島社会が存在すれば、そこは出家世界になるわけなんですね。悪く言えばオウム真理教も出家なんです、ある意味でね。もちろんそれは邪悪な方向に進みましたけれども、そのオウムの教義で生きていきたいと願う人たちが俗世間を捨てて、一般社会を捨てて、その中に参入したという意味では、あれも一種の悪しき形ではありますけれども、出家なんです。で仏教というのもまた同じように出家です。一緒だっていうとまたね誤解されると困っちゃうんだけども、仏教が、正しい出家社会であり、
オウム真理教が、誤った出家社会であるということの証拠は何かと言いますとね、これは持続性なんです。持続性です。仏教という宗教が作った出家社会は2500年前にできてるんです。でそれが今もほぼ変わらず、特に東南アジアやスリランカなどの南方仏教の国々ではほぼその昔の形態をそのまま維持しながら、社会と何の圧力も起こさずに平穏に2500年続いております。これはもう間違いなく世界の歴史の中で最も持続力の強い組織であります。でそれに対してオウム真理教はおよそ10年で、崩壊するわけで、なぜ崩壊したかというと、それはもう社会を敵に回したからです。日本という国家、そして一般社会の人々を敵に回して、それと戦うという形を、行ったために、そういう間違った形へと進んでいったわけなんですね。はい、それで、その出家社会なんですけれども、その構造について、詳しくご説明をしたいと思うんですけれども、これ前回説明し残した部分がありまして、それがその3番目なんですね。出家社会、仏教が想定する出家社会とはどのようなものかということなんですね。で、もう一遍申しますと、まず我々が普通に人として生まれてくれば当然自然に作る、極めてもなんていうか本能に基づく当たり前の社会としてのこの一般社会というのがあります。でそこでは我々はもう本能的に自分のより良い生活、より多くのものを手に入れ、より良いものを手に入れ、もっと言うと人よりも良い生活を願うという、そういう本能に基づいて動いていく世界なんですね。資本主義社会っていうのはもうそれの典型ですけれども、この社会の中で生ききれない、その生き方というものが自分に合わない人たちはそこから離脱したいと願います。離脱したいと願っても離脱する先がなければ行き先がない、つまり受け皿がない、そういう人たちは一りぼっちで寂しく絶望の生活を送らなければなりません。しかしそういう人たちを受け入れる、そしてその人たちの新たな価値観をそのまま認めながら生きていける、そういう組織を釈迦は作りました。それが仏教でいう出家社会であります。従いまして仏教の出家社会に入ってくる人たちというのは皆もともとは一般社会の中で生まれ育ち、そこの暮らしを経験した上で、それが自分に合わないということを実感し、自分で決断をして入ってきた人たちなんです。でこれが、仏教の修行者という呼ばれ方しますが、日本でいうとね、これはお坊さんです。お坊さんです。そうでしょ。仏教の道に従って修行の生活を送るということを決めて、一般の人たちとは違うライフスタイルを選択した人たちですから、これはお坊さんなんです。ただしですね、これは別に日本の仏教の責任ではないのですけれども、複雑な歴史的な経過の中で日本の仏教というものは政治に翻弄されたところもありますけれども、本来、一般社会の中から決意をして覚悟を決めてお坊さんになって、その修行をするという本来の道ではなくって、お坊さんが家族を営むようになった、家庭を持つようになった。でそのためにお坊さんの息子がお坊さんになるという、いわゆる世襲が非常に強く日本の仏教界に浸透しているわけなんですね。でこれは本来のお釈迦様が言っている仏教とは全く違う形態でありまして、世界にたくさんの仏教国がありますけれども、世襲でお坊さんが親の後を継いでお坊さんになるという国は日本だけであります。
それ以外の国々ですね、日本以外の国といくらでもありますけれども、そのたくさんある仏教の国ですね、仏教国の中で、お坊さんが子供を作って、その子供がまた次にそのお寺を継いでいくというような形が当たり前だと思われている国は日本だけなんですね。でこれはこの講義を聞いてくださってる学生さんの中にもお坊さんの息子さんおられると思います。実は私もそうなんですけれども、で、そのお坊さんの息子がお坊さんになるというのは当たり前だと思ったら、これは大間違いなのでありまして、じゃあそれ悪いということじゃありません。それが間違っているというわけじゃないんです。大事なのはですね、息子だからお坊さんになったという思いは間違っていると言ってるんです。大事なのは、寺に生まれたお坊さんの息子として生まれたということを一つの仏教との深い縁だと思って、そして自分でお坊さんになるという道を選んで、深い縁のおかげで、その選択肢というものをもらって、その選択肢を自分の覚悟で、選んで決めてお坊さんになるという形なら何も問題がないんです。よろしゅうございますか。ここはもうくれぐれも言っておきたいことなんですけれども、お坊さんというのはね、何かのお仕事を継ぐとか、親の商売継ぐとか、そんな話じゃないんですよ。僧侶というのはお釈迦様の教えに基づいて、その心の苦しみを消すという道を自ら学び、その道を進み、そしてその道を他の同じ苦しみで悩んでいる人たちにもそれを伝えていくという責務を担ったまさに釈迦の弟子なんですね。でそういう立場でお坊様がいるということをくれぐれも自覚していただきたいと思っております。そうすれば別にはですね、お寺を継いだからといって別にそれであれですね、何らか言われる必要はないわけなんですが、ただ中にはね、なんかお寺をただの商売だと思ってる人もいて、それを継いでそのお寺でご飯食べていけばいいやなと思ってる人もいるかもしれませんが、それは大間違いだということはくれぐれも言っておきたいと思います。それでですね、余計なこと言いました、すいません。それでこの出家社会の一番大事なところは何かというと、一般社会と出家社会との間には垣根はないということなんです。垣根っていうのはね、ある特定の生まれとか家柄の人しかなれないとか、そうやった最初から決められたものではないということなんです。つまり一般社会の中で苦しみを感じた人はいつでもその出家社会に参入してメンバーに入ることができます。その儀式があるんですね。儀礼がありますが、だいたい30分ぐらいで終わる儀式ですけども、その決められた儀式を通りますと、その人はその時から、一般社会から出家社会のお坊さん僧侶になることができます。で逆もあるんですよ。仏教は秘密結社じゃありませんから、足抜けは許さないとかね、そんなことは全くないんで辞めたいと思ったらその日に辞めることができます。そしてまた一般社会へ戻ることもできます。で、じゃあ入ったり出たり入ったり出たりできますかって、できます。極端な場合だったら半年ごとにお坊さんになったり在家の人になったりということも可能です。お聞きになったことあるかと思いますが、今はもうないかな。タイなんかはね、昔は以前は徴兵制で徴兵に行くか、あるいはお寺で一時出家といって、しばらく3ヶ月とか半年の間だけ出家をしてお坊さんの生活を体験するか、どっちかを選びなさいというような、そんな制度もあったですね。ですからそのことから分かる通り、出家の世界と一般社会というのはもう出入り自由になってるんです。だからここでその、仏教がバラモン教のようにね、越えられない垣根を設定して人を2つに区分けして考えると、そんな話では全然ないということです。ですからこれは例えてみますと、病院にも例えることができますね。
つまり健康な間は健康な人たちの一般社会の中で暮らしててください。ただ自分が病気になってどうしても辛かったら病院へいらっしゃいと、いつでも受け入れますと。でそこで治療なさい。でもしその病院の生活というものが自分の性に合ったと思うのならば、ずっとそこで治療生活を続け、もし病気が治ったらその後あなたがお医者さんになりなさいと言ってるわけです、仏教はね。そして次々に入ってくる人たちを治療する、そんな仕事、そういう生活一生を我々はサポートします。これが仏教という社会。でも病気が治った後にやっぱり一般社会に戻って普通の生活がいいやと思ったら、どうぞ自由に病院から出てっていって結構ですと。それはあなたのもう本当に選択の自由なんですという、そういう姿勢で仏教の出家社会というものは存在しているんですね。今日はちょっと他の少し脇道にそれましたけれども、次回はこの出家社会の、その理念をもうちょっと詳しく説明をしたいと思います。じゃあ今日はこれで終わります。ごきげんよう。